おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、北海道を描いていこうかなと思います。北海道ですね、の、これはですね、上の小池というところをちょっと冬に取材した、春先かなに、じゃあ冬か。春先かなに取材したものを描こうと思うんですけど、今日のテーマはもうとにかくハルモニア。これね、結構こう使ってらっしゃる方いるんですけど、僕から見るともっともっとうまく使えるのになと思って見ているんですね。で、今日の動画はやっぱりこう、中級者ぐらいの方とか、このハルモニアとかを、ハルモニア、ハルモニア、ハーモニー、ハルモニア、ハルモニアかな。をもっともっと皆さんにうまく使ってほしいという、草壁さんの商品ですね。分離色なんですけども、こちらをちょっともう書き出しておるぞということで。でね、皆さんね、こう、どちらかちょっと重ねすぎ。もっと綺麗な段階で終われるのになと思ってるんですけど、もう今日はだから綺麗な段階で、そんなに長くダラダラやりません。でも本当にこう2層ぐらいで理想なんちゃうかなと思いますので、もう書き出しておりますけども、ちょっとお付き合いください。透明水彩っていうのは、ね、細かく書けば書くほどいいという画材でもないです。もちろんそういうのに適した画材もありますけど、絵ってそういうものではなくて、もちろん僕はどちらかというとそういう方法を主として油絵などを描いておりますから、木下先生みたいに描きたいわとか言うてはる人は、細かく描くのが正義やと思ってる人いるかもしれないですけど、そうじゃなくてね、例えばこのハルモニア、本日もご視聴よろしくお願いいたします。という、今日はアルシュを使っております。もうアルシュみたいな粗めですね。こういった紙が一番合っています。どちらかというと粗めの紙がこのハルモニアというのになっています。で、この分離色というのは、簡単に言ってしまうと、重たいものと軽い顔料。顔料というのは例えば、世の中で言うと土とかね、例えば赤土とかあるでしょ。で、鉄とかサビとか、いうものとか、あとは何か植物から取ったものであるとか、いろんなものが科学的なカドミウムとかコバルトとかいったものとかもありますしね、いろんなものあるんですけれども、その重さが違うと、乾いてくるときにちょっと分かれるんですね。で、おそらくなんですよ。これ、ちゃんと聞いたわけじゃないですけど、2色ぐらいを混ぜ合わせて、顔料が、で、重さの違うもの。ね、小錦と、今やったら誰か分からん。裏誰か分からんけど、重さの違うものが乾くときにちょっと分かれてくるんですよ。で、それを活かしてこれ、使う画材なんですね。で、これをうまく使ってほしいなと皆さんの絵を見ながら思うんですが、いやいや使い方がちょっとなと思って見てます。で、例えばこれ単色でビューっとこの青系なんか置いても、時間経つと少し分かれてきます。この中でね。で、そういったことを活かして。で、これは僕はもうパレットの上であんまり混ぜん方がええかなと思ってます。もう極力混ぜない。2層ぐらいで描いていく方がええかなと。で、例えばちょっともうちょっと違うかなと思ったりとかしたら、ここのところに違うかなと思ったら、例えば緑系かなと思ったら、例えば緑系とか、いやいや、もっともっと、暗い色やな思ったら、漆黒の漆筋。これしか名前覚えれなかったですね、結局ね。あとは名前ちょっと覚えれませんでした。残念ながら。漆黒の黒なんてっていう感じかもしれませんけど、黒に近いんですけども、これも時間が経つと少し分かれていきますね。で、こういう、例えば、この中で混ざり合う分にはええかなと思うんですけど、どちらかちょっと皆さんパレットの上で混ぜてるような感じがあるかなと思いますので、よいしょ。ね。で、こういう、感じがブチブチブチっとしてくるでしょ。で、この上とかに、いやいや、もうちょっと青みがかってるがかっこいいかな、思ったらこういうふうに青みがかってるとかっていうのを、この上で差し込むような気持ちの方が僕は多分成功しやすいんじゃないかなと思ってます。イラストなど描く人とかにはすごい大人気らしいですしね。この辺か。ちょっと位置が違いましたね。で、ちょっと手前のところっていうのは、エッジが強く見えるところみたいなのは強く書いておいて、濃厚マシマシ系でね、もう本当に書きながら、どんどん濃くしていく。で、この辺は光が当たっていて、コントラスト強くなっている部分とか、よいしょ。
ここのなんかエメラルドグリーンみたいな、ここが一番のポイントですね、この絵はね。ここのところはもうじゃあこの色で、とか。ね、水でこう、濡らして、これが乾かん間に、どれがいいかな。久しぶりやから僕も、どの色がどの色かよくわかってないですけど、ビュー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 。よいしょ。ビュー、ビュー、ビュー。で、この色なんかどんな色かな？緑系かな？ビャー。いやー。この辺なんかはちょっと青系がかってるかなとかね。この辺はちょっと黄色系かなとか。この一層目とプラスもう一層ぐらいで、ある程度勝負をつけるという気持ちでやるんですよ。難しいですよ。だからね。使い方が非常に難しいところあると思うんですけど、よいしょ。キラキラキラとここの辺の雪が反射しているところみたいなところとかね。よいしょ。キラキラキラ。ちょっとイエローかけの黄土色みたいなのをこの中にこう足してみたり、パレットの上でぐちゃぐちゃとするんじゃなくて、この中でこう、分かれろと。じゃ。で、少し例えば、こないしてやったら縦のストロークになってきたりしますのでね、向こうが映っているような状態みたいな感じで、少しこう書いてあげたりとか、よいしょ。ちょっとこれの状態で乾かしたかったら下にね、こういうの置いといて、で、もっと濃いところとかはね、これ、ちょんとこう足してみたり。ちょんはこの辺かな。雪のこの辺が残雪というね、ことでね。じゃあ、もうこれだけでも十分綺麗でしょ？わかりますかね？綺麗だと思いません？でそこの段階をいかにこう止めれるかっていうかね、もうある程度こう綺麗な段階、ちょっとで乾いてくると少し明るく見えてきますので、明るく見えてきそうやったらちょっとこうまたマシ系みたいな感じで、マシ。よいしょ。で、ちょっと緑感じるんやったら緑を差し込むような感じね。もうだから、もう無駄にやらない。よいしょ。このぐらいで十分綺麗。わー、虹色みたいって感じでしょ。なんていうのかな、ごめんなさいね。色までちょっと、わかりませんけど、申し訳ないですけど、ちょっと濃いところ。ここの段階意外と頑張ってね、濃くするときはもう濃くしてあげて、ね。ちょっとこう乾いてきているところも活かしながら、少しこう、滲みが弱くなってきていますんで、まあそれはそれでこう楽しんで、少し滲みが少し出にくくなってきてるなとかですね。基本的にはもう、この、パレットで混ぜるというよりも、これ直接これを置いていくぐらいの気持ち。これができるとね。どんな絵が適してるかというと、僕はなんとなくこう明暗がしっかりついているようなタイプの絵にこういう技法っていうのは適しているかなと思いますので、例えば写真撮る際に少しこう逆光気味かなとか側光気味かなとか光のこう角度とかですね、少し意識してあげて、もうちょっとこの角度やったらこういう風に映るかなとか、そういうのをちょっとこう意識して写真から描かれる方は注意されるといいのかなと思います。まだ乾かんうちにね。で、あんまりこうやりすぎると今度汚くなっていきますから、まあその辺のバランスが難しいですね。もうこれぐらいで終わってもいいかもしれんね。よいしょ。もうパレットがちょっとこうね、いろんな色が混ざりすぎてきてますんで、もうこれぐらいで、掃除してあげる方がいいですけどね。よいしょ。こんな感じで、ファーストウォッシュと呼ばれる一層目ですね。こんなぐらいで乾かしましょう。下に向けてこう乾かすといい。
ちょっとまだ完全ではないですけど、ある程度乾きました。で、この画材の良さっていうのを少し考えてあげてほしいんですね。で、例えば、例え話が非常に難しいんですけど、なんか、ようわからんようになってるものってあるじゃないですか。例えば、カレー味噌、ラーメン、ニンニクマシマシとかさ、わかります何言うてるか。もう僕はもう味噌ラーメン食べたかったのにっていうような人とか、ね、もうカレーでええやんとかってあるじゃないですか。言いたいことあります？だから、この画材でのできる良さっていうのがあるわけですよ。で、もう2層目っていうのを、そんなにいじくり倒すわけでもなく、書いてあげるぐらいの方が、こういう画材って良くて、なんかもう、忠実に再現するとかっていうのに適しているわけではないと僕は思います。でも、透明水彩のらしさとか、画材の色とかめちゃくちゃ綺麗なんで、もうそれを、まずね、もううちのはもう、もうチャーシューも、何も乗せへんで、とか。もう麺とスープだけ。それはそれで寂しいんですけど、おじちゃんが言いたいことわかります？皆さんのはなんかね、いろんなことをこの画材に対してとか、やろうとしすぎてるところがあるように見える時があるんですね。いや、こんなやらんでもやらないなと思って見たりとか、もうこの画材に関しては今言ったように、もう本当に画材の色で、もう2層ぐらいで、とどめてあげるぐらいの方がおそらく、で、その一層目と同じような気持ちで塗ったところにまたいろんな色差し込んでみたりとかして、深みを出していったりとか、で、細かい描写とかっていうこともちろんしてもいいんですけど、それによってマイナスになるっていうこともあるんですよっていう。もう絵って本当に努力賞がない世界で、ここはこうなってましたよとかっていうことよりも、もっともっとめっちゃ色綺麗やんとかって見えた方が良かったり、めっちゃなんかかっこええやんって見えた方が良かったりすることってないですか？どうですか皆さん。いつも完璧ですか？よいしょ。でそこのところを例えば、ここのラインはある程度書くんですけど、他のところはそんなに書く必要ないというか、書いたらかっこ悪くなることってあるんですよね。で、こういうところはもうこの水彩絵の具の要素みたいなのを残しておいて、ほんの少しだけ書く程度にして、あとはなんか状況が少しわかるかなぐらいの感じの見え方でもう十分やったりするんですよ。やりすぎですよ。やりすぎ。書きすぎ。ね。っていうことで、今回はおそらく30分ぐらいで終わらそうと思ってます。ほんと30分で書きますからね、僕ね。そういう絵はそういう絵なんですよ。で、そこのところがなかなか理解できない人もいると思うんですけど、30分ぐらいの方がかっこいい絵ってあるんですよ。もうやりすぎてしもってね、どんどん路頭に迷っていって、もう本当に自分の売りは何やったんやっていうのを忘れてしまう人っているじゃないですか。味噌カレーバターコーンラーメン、ニンニクマシマシ。食べたことないですけどね、そんなんあるんですか？またラーメンだったりしてやる。ね。若干禁断症状がね、出てくるんですね。よいしょ。この辺の水辺ぐらい書いておいて、あとはっていう風に見せるという方法もあると思うんですよ。ここの笹の葉っぱいっぱい一枚一枚描かなと思うかもしれないけど、ね。本来はこのね、絵を描くっていうことは、この画材というものとモチーフ、具象絵画の場合はモチーフというものと、自分自身の対話ですからね。カンバセーションするわけですよ。もうそのまま忠実に写そうじゃなくて、うわ、めっちゃ綺麗やんとかって、うわ、なんかええ塩梅やんと、こんなんキラキラして綺麗やんとか、ご自分でそれに酔えるかどうかってすごい大事で、やっぱ、写真がこうやったからこうですとか、そんなんどうでもよくて、見る人はそんなん知らないでしょ？この人は、この画材とこれを使ってこういうことをやりたかったんやなっていうのが伝われば、それでいいんです。わかりますか？ここにね、木があって、ここにはこうなってたでしょうなんて怒る人がいたら、即刻友達を辞めた方がいいです。そういうね、お友達はね。何々じゃあ、こことここはもっとこれが、とか言われたら、ごめんね、もう友達辞めるわ、言うたらいいんです。知らないですよ。僕は責任取らないですけどね。よいしょ。少し書く程度にして留めてあげて、よいしょ。
まあちょっと枝が見えるかなぐらいの感じで、まあ何かようわからんくてもいいんですよ。で、題名かなんかで、残雪の湖かなんかね、残雪の、池とかしとけばわかるじゃないですか。あ、池っぽいなと見えたらそれでいいかなと思います。という感じで描いてまいりましたが。皆さんにね、白っぽいのなんかこれね、このグレーなんか綺麗やな。綺麗やな。このグレー綺麗やな。よいしょ。まあ少しね、笹っぽい感じかなぐらいの。まあちょっとこれ、ハルモニア以外の白と、キナクリドンと呼ばれるピンク系だけは別途置いてあるんですけど、まあこれを皆さんがね、実際にこう自分の力だけでやろうと思うと相当難しいとは思いますが、ここでやめれる勇気。本当はね、水の中のこの透き通っての全部描きたいわって言うたら、画材を変えてあげる方が僕は得策なんじゃないかなと思います。やっぱりこの、発色の美しいですね、ハルモニアみたいなのは、その良さみたいなのをぜひぜひ、活用して、描かれてみてはどうでしょうか。ノーカットでもいいかもしれない。今日はですね、ちょっと画材をうまく使う、ことを意識して、どうですか？綺麗でしょ？ね。そして、22分、13秒、14秒、15秒ということでございました。これぐらいスッキリ見せても絵なんかいいんですってということでございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ぜひしてない方よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。では。1号、2号、チャンネル登録よろしくねー。